皆さん、おはようございます。現在、準無職の悠々生活です。悠々生活チャンネルのご視聴をありがとうございます。前回、私がリタイアした経緯とその理由に関する話をいたしました。今回、私がサバティカル休暇期間中の旅や体験及び我が家のママ語録などをご紹介していきたいと思います。さて、娘たちからの退職祝いとして日光の旅をプレゼントしてくれまして、早速新幹線で東京へ向かっています。今日は快晴ですが、富士山が雲に覆われていて、その雄姿が見れませんでした。還暦を過ぎた自分には、長生きしたね、おめでとうって言い聞かせたいものです。ついに愚かなことに悩まされるのを止める権利が得られたわけですね。でも残念ながら、この年になっても私たちはまだまだ愚かなんです。一般的に、年を取ればイコール賢くなる、年を取れば取るほど利口になるということだと、よく思われがちですが、悲しいことにそうでもないです。年齢は長年にわたって積み重ねてきた私たちの悪い習慣を、より根深い愚かさに変えてしまうだけなのです。還暦を過ぎた人生はどうであるべきだって、人々はそれぞれの生き方と思いがあると思います。この年齢層で必要なのは、人生のリスクを高めることではなく、人生そのものに対するより深い理解です。真の豊かさとは何か、十分なものとは何か、富や財産とは何か、そして人間性とは何かをしっかり理解することだと思います。還暦を過ぎた今、私たちにとって最大のリスクは、自分を過大評価することではないでしょうか。この年になると、もはや自分の知性を世に示す必要はありません。世の中には、これまで知的な人々が不足したことはありません。足りてないのは感情的にとらわれない理性的でかつ長生きの人です。この年になると、愚かな行為に時間を費やす余裕なんかもうありません。古から、富や財産は一気に蓄積されるものでもありません。利口なことをたくさんする必要がなく、極力愚かなことを減らすだけでいいのではと思います。富の蓄積そのものは、スピード向上によるものではなく、正しい方向を選ぶことです。他人に自分の方向性やペース、およびリズムを決めさせてはいけません。還暦を過ぎた今、最大の競争上の優位性は競争しないことです。還暦を過ぎた私たちにとって、最も高価なものは、財産でも医療費でもなく、後悔そのものです。金銭そのものは、もともと自由に両替するためのものですが、多くの人々は金銭の奴隷になってしまうのです。一文一文を細かく、入念に計算するたびに、私たちが大切な時間を無駄にしてしまいます。その時間こそ、還暦を過ぎた私たちにとって真に唯一の高価なものではないでしょうか。ここで皆さんにしばしの息抜きとして、我が家のママ語録と呼ばれるお話を2つお聞きください。カタカナの横文字にとても弱い妻の話、その1、ある日、次女が夕食にスパゲッティ、パスタを作ってくれることになって、次女は、妻に、ママ、今日カルボナーラを作るね。って言ってたそうです。夕方、私と長女が帰ってくると、妻が、もうすぐボラギノールができるってよ。と伝えてくれました。は？ボラギノール。長女と私が、一瞬びっくり仰天。ママ、それって痔の薬じゃが。待ち合わせ時間まで少し散策。ここでなんと我が岡山小島デニム桃太郎ジーンズを発見。さすが国産ジーンズ日本デニム発祥の地。カタカナの横文字にとても弱い妻の話、その2、ある日、妻が次女に買い物のお使いを頼んだとき、このエアバッグでブッコロリーを買ってきて。いつもエコバッグのことを、エアバッグと、ブロッコリーのことを、
ぶっころりと言い放つ我が妻のママ語録の話でした。待ち合わせの場所に到着。久しぶりに大学時代からの友人夫婦と大好きなスペイン料理を堪能しながら懐かしい話が弾み、とても素敵な夜を過ごしました。実は私たちすでに多くの人々とこの人生で最後に会っているかもしれませんって時々思っていますね。還暦を過ぎた私たちの金銭感覚はどう変わってきているのでしょうか。若い時は見栄を張ったり注目を集めたりするためにお金を使いますが、年を取ってくると人々に忘れ去られることを恐れているためにお金をつぎ込みます。還暦を過ぎたら私たちにはもう無駄に投資できる資本金がほとんど残っておりません。一度投資の機会を逃すことができても健康被害を被ることができません。人類の知恵はしばしば生理的な愚かさに屈してしまいます。皮肉とは何かを知りたいですか。病院の ICU や VIP 病棟に行ってみればわかると思いますが、そこにはかつて最も成功し、宝石や貴金属、不動産や株、高級車や高級腕時計と数えきれないほど巨万の富を所有していた人々が横たわっております。しかし彼らは病床のベッドサイドまで自ら歩いていき、日光浴をすることすらできないのです。彼らは生涯をかけて効率を追い求めて人生を過ごし、最後の数年間、ほんの数日長く生きるために今までの財産を使い果たしてしまうのです。私たちはこれらの事実を認めなければなりません。私たちにとって今や健康口座は銀行口座よりも極めて重要です。皮肉なことに多くの人々は忙しすぎて体を鍛える時間なんかないと言って時間を節約しようとし続けています。しかし自分の体をケアする時間がなければ遅かれ早かれ病床で横たわる余裕ができてしまいます。健康的な生活の論理はとてもシンプルです。毎日歩き、小食し、早く寝ること。病んだり、怒ったり、貪欲になったりしないことなんですが、しかし、人間の問題は、シンプルなことを決して続けられないことです。健康とは一種の行為ではなく、自分の人生そのものに対する姿勢だと思いますね。還暦を過ぎても、私も含めてほとんどの人は依然として安心感を求めております。皮肉なことに、我々は常に間違った場所に安心感を求めてしまいます。安心感とはより多くのお金、より多くの財産、より多くの保険から得られるものと信じていたため、従いまして必死に蓄え、必死に守ろうとしますが、そうすればするほど、不安は増していきます。なぜなら、実際真の安心感を得たことがないからです。我々は単なる数字を用いて内心の不安を隠しているだけではないか、と思います。還暦を過ぎたら、私たちにとって最も大切なスキルは、断捨離を行う勇気です。利口になる最も簡単な方法は、愚かなことを避けることです。そして、愚かなことを避けるための第一歩は、世の中に多く溢れていた選択肢を減らすことです。我々に必要なのは、より多くの品物ではなく、より少ない過ちです。人生の後半は、世界と競争することではなく、自分自身と和解することです。人生はたった3万日余りしかないんだから、お金なんてクソくらいだ、あの世に持っていけるもんじゃあるまいし、自由自在にやりたいことをやりたいだけやって、有意義な人生の時間を過ごすことが何よりです。と親父が残してくれたお言葉です。さて、還暦を過ぎた私たち、人生100年時代の人生設計と生き方は、どうであるべきでしょうか。60歳を過ぎたら、自分のミッションとしては、もうお金を稼ぐことはなく、正気を失わないようにすることです。
自分が有能の証明を示すために、貴重な時間を無駄にすることは即座にやめるべきと思います。もし、この年になっても他人に追いつき、他人を追い越そうとしているならば、すでに自分の人生を失い、人生の敗者とも言えるでしょう。人生の勝者なら正反対のことをします。彼らは従来のペースを落とすこと、能と言い放つこと、人間的な逆頭を捨てて、自然に従うことを学び始めます。勝者たちの心の中にある富とは、これ以上のものが必要ない。必要なのはもっとより良い理解だけだ。つまり、何をもっと得られるかではなく、何を断捨離するかを考えてほしいですね。我々が健康と理性、そして平和だけが残るまでに断捨離すること。これこそ、本当の幸せのミニマリストバージョンではないでしょうか。これから早期退職、定年退職を迎える方々や、すでにリタイアされた先輩の方々も、ぜひコメント欄で感想を聞かせてください。皆様からのコメントや感想、および体験談は、お互いに学び合う糧となります。この悠々生活チャンネルの動画がご参考になったと思った方は、ぜひ、いいねと、悠々生活チャンネルのご登録を応援していただけると大変嬉しいです。最後まで、悠々生活の動画をご視聴ありがとうございます。これからも様々な旅情報や体験談など、いろいろと発信していきます。どうぞ、よろしくお願いいたします。